今日の漁はどうでしたか？魚さんたち、特にチヌ帰ってきました。何おったん？びっくりした。おお。びっくりした。マジでびっくりした。こんなタイミングわかるわけない。なんでまた。皆さんおはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。10月はもう夏認定ですねって言ってた後、急に寒くなりましたね。もう冬が来ちゃいました、一気に。もう秋なくなりましたね。寒くなって、だいたい今1週間ぐらいやな。1週間ぐらい経ちましたけど、なんと、魚が帰ってきました。びっくりした。やった。カニが出てくるタイミングとかは一応、もう20年間のデータが頭の中に入ってるんで、出てくるタイミングを狙っていくんですけど、10月にチヌとかいなくなったことがないんで、こんなタイミングわからん。急に帰ってきました、魚さんたち。ニベはクーラーの中にも同じ数だけ今。去年もチヌとかニベとかハモでなんとか過ごしたような気がするんですけど、10月。今年はもう全然いないから、どういうことかと思ってたんですけど、急に現れました。突然。この間からヒラメも出てきてるんで、ヒラメもいたり。ヒラメめっちゃ的に悪かったんですけど、ヒラメとか上り潮で入るようになって、赤ゲタとかも上り潮ですね。おお、いっぱい。ヒラメちゃん2つ。やったー。よいしょ。やりました。上り潮で入るようになって驚きですね。とにかくずっと魚いなかったんで、カメラを持っていく気がなかったんで、持って行ってないのが残念。今日は頑張って持っていきたいと思います。もしかしたらどしどしチヌとかハモが落ちてくるシーンが撮れるかもしれません。今日1日だけだったんかもしれません。次の日です。今まだ6時前なんですけど、なんとこの暗さ。いや、昨日ぐらい本当にいればですね、チヌさんが帰ってきたみたいなんで、ニベも帰ってきたっぽいですね。なんかハモももう全然量が違いましたし、赤ゲタとかもなんかもう見る間に大きくなって拾えるサイズになってましたんで、水温が下がったんでしょうね、一気に。これからちょっと頑張って働いていきたいと思います。早くも漁場へ到着しました。もう真っ暗です。もう海苔のセットが入ってますんで、気をつけながらやりたいと思います。この間この中間ベタにタンカー船が突っ込んだらしくて、夜なのでレーダーだけが頼りですけど、気をつけながらやっていきたいと思います。あんまり神へ行くと、ここを神しもこの辺を神しもやりたいと思うんですけど、あんまり神へ行くとイラがあるんで、イラの方にはなんかハモや赤ゲタやニベがいるような感じでしたね。で、下へ行くとなんかガラエビとかチヌが多い感じでした。この辺がチヌが多い感じでしたんで、この辺を神しも両方かけながらやりたいと思います。あんまり神行き過ぎると小川なんで、小川引きたくないんで、あんまり神行き過ぎないように、この辺をちょっと飽きたらちょっともっと移動するかもしれません。昨日ぐらいほんとチヌやニベがいてくれればいいですけど、とりあえず1投目をつけて頑張りたいと思います。では緊張の第1投目です。なんかあんまりいるような感じじゃないですけど、髪がふっくらしてませんので、もうどれでもゲタがハモとゲタでもゲタも5ゲタばっかりだったんですけど、あっという間に大きくなりまして、25センチぐらいになってます今は。チヌいませんね。でもいましたね、チヌさん。ニベもやっぱ帰ってきてます。春のと違ってやっぱ秋のはちょっと小さいですけどね、帰ってきてますね。ハモも全然見えなくなってたんですけど、チヌなんかもどこ行ったんかと思ってましたけどね、帰ってきてますね。あとはもうエビが結構まだ一番目なんで少ないですけど、赤ゲタめっちゃ相場いいんですよね。これからエビは多分どんどん増えてくると思いますんで、日が暮れれば暮れるほどこのエビよっとして、なんかカスカスですけどエビいいものが入ってるっぽい。ちょっと道具を飛ばしちゃったかな。でもエビ増えましたね、めっちゃくちゃ。やっぱり完全に日が暮れるとエビがもうめちゃくちゃ増えましたね。でもこれでも少ない方です。もっと増えると思います。なんと羽。エビ増えましたね。本当に増えた。ちょっと軽くこさしちゃったかもしれませんね。あんまりガサの入りが悪いんで軽くこさしすぎたのでしょうね。ただチヌ帰ってきたばっかりなんで値段もいいんで、とにかく魚気が全然いませんでしたからね、夏の間中カニだけでした。
カニがいなくなった途端に魚が帰ってきましたけど、でもまあどっちにしてもカニがいないと2頭ならないので、今年は新子がいませんので、できるだけ親を狙いながらやっていきます。もうちょっと神をした方がカニがいるかもしれません。あら、まだおった。シヌが一つ忘れも取らないと。しかしこの魚がいない時とか、まあカニもそうですけど、カニがいない時とか、まあでもカニは多分潜ってるんだと思うんですけど、魚がいない時とかどこに行ってるんですかね。もう今年こそ本当にもう絶対帰ってこんのかと思ってましたけど、本当にちょっと危機が半端なかったですけどね。9月の終わりから10月の最初にかけて、やっぱり一度違ったらだいぶ違うんですかね。魚帰ってきてくれましたね。エビもこれだけ拾いました。なんせエビが出てきたのが大きいですね。何もいなくてもとにかくエビ拾いができますんで、ベースになるものがいるとかなり助かります。塩の変わり目です。今から下り塩です。何この石、どこ通ったのこれ。おっとこれは下り塩のやっぱりいいのか。カニ来い。カニとヒラメなんて奇跡。ただ値段的にはヒラメのがちょい上か。やりました。今から下りし、さすが下りしのがやっぱりいいんかな。なんとヒラメ来ました。これは嬉しい。ヒラメとカニのダブルなんて、昨日はなんか登り塩が良かったんですよね。ヒラメ2つも登り塩で取ったんですけど、やっぱ塩の行き始めがいいんですかね。それか。ありがとうございます。やりました。自分の力ではありません。神様のおぼし飯です。そしてカニ、これは嬉しい。ちょっとこんなボトボトしてる場合じゃありません。今がいい塩であることは間違いないので、さっさとつけたいと思います。次を。よし、次もヒラメ来てちょうだい。ほっとかれてる2べ、これもいけましょう。ヒラメが前半にいてくれたらめっちゃ一日の気持ちが楽になりますね。この間は後半の最後ら辺にいたんですよね。でこれで油断してここから先全然ダメだったりするかもしれませんけどね。OK、カモン、続けてヒラメさん来て。ではこれはないでしょうね、さすがに。ちょっと神をした。神をした方がカニもおるんかな。セットの方をさらにカミいくとこうイラが入るんですけど、これがでもカニがいますね。ちょっとこっち攻めた方がいいかな。イラがちょっと嫌なんで、これ酔ってるとね、終わった後手が腫れるんですよね。一日終わった後。でも下り行きだしたら急にやっぱり下り潮の方がいいのか。全然入りもやっぱり下り潮の方がいいんかな。この間上りが良かったんですけどね、まあ夜中に過ぎたらまた上り潮になるので、その時にどれぐらい入るかですね。いいだこ。まあこれ全部よりカニ1枚ですね。ナイス。左潮行きだしたら忙しくなりましたね。こりゃまあエビがいなかったら全然忙しくないんですけど、エビを拾っていかないといけないんで、結構急いでやらないと。なんせ20分で1番でやっとりますんで、あんまり流し込むと魚がもうすれて死んじゃいます。さっきからイタボガキがずっと入ってる人1個ずつ拾ってませんけど、さっきよりちょっと大きい絵出しています。この辺の方がチヌとかカニが多いかなと思いまして、塩がいいのかもしれませんけど、さっきもこの辺にいたんですけど。カモンヒラメちゃん、カリカリでもいいですけどヒラメ来てちょうだい。それが一番いい。しかもカニのオス、いやエビもおるし、いやマジでまた来ました。お、綺麗。これ最後ら辺で入ったんでしょうね。やっぱりこの辺にいるんですかね。あんまりこの辺でヒラメ取ったことないんですけど、今年はここにいるんですね。ほれ、よっしゃ、素晴らしい。西がこっちではさすがにこの方がチヌは多いんかな。エビもおるし、いや下り行きだしたら急に忙しくなりましたね。これはエビが小川ちょっと神をしたんで、小川がエビ拾いが大変そうです。急いでやれですねこれは。よいしょ、カニも映ってもらわんといけない。よいしょ。
これだけ入ると結構忙しいですよ。エビ本当に必死でやらないといけないぐらいですね。死ぬもまだ誰もあんまり取ってこないんで、まあ昼の人が取ってきてるかもしれませんけど、ヒラメのパターンと一緒で、エビも2番分ですけど、2番分ですけど、これだけ結構忙しいですね。まあ嬉しい悲鳴ですけど、全然もうエビとかいなかったんで、魚も全然いなかったし、カニで持ってただけだったですけど、エビが見え出したのは本当嬉しい悲鳴ですね。しんどいですけどね、もうこれ一晩終わったらヘトヘトでしょうね。これ一晩酔ったら。昨日はヒラメ上り潮になって取ったんですけど、今日は下り潮になって途端取れましたね。しかも昨日のサイズよりも今日のサイズの方がちょっと大きめです。ただみんな取ってきてますんでね、昼の人も取ってきてますんで、意外に相場しませんけど、でもそれはいるといないとじゃもう全然大違いです。トータルでは現在今これだけです。ちょっとここで一旦寄り直しです。どうしても死ぬんが出ちゃうんで、さっきのヒラメちゃん多分ここで当たってると思うんですよね。ここが少し坂になってるんで、なのでちょっと同じとこを目指して行っております。なんかバシャッと音がしましたけど、まさかの網が汚れてきてまだ見えませんね。うわ、ゲータで、ゲータこんな中に、おお、なんか足が見えてるんで大ダコかな。ヒラメまで、おいマジか、この辺にやっぱりいますね。いや、大ダコ逃げる逃げる。ちょっとヒラメの方が大事ですけど、一旦大ダコ、よいしょ、ほれほれ急げ、大ダコ大ダコ。いやしかし信じられない。もう今日は昨日ほどはもう絶対いないと思ったんですけどね、魚来たばっかりの初日が一番いいのはもう何でもそうですんで、しかし今日の方がいいな。これはつがいですかね。よいしょ、これオスやな、こっちはオスですね、こっちメスですね。よいしょ、本当に驚いてます。涼しくなったらやっぱり一度違ったら全然違うんでしょうね、魚にとって。よいしょ、もうびっくり、本当にびっくりです。とにかくこの辺にいるようですね。こんなとこでね、サブロー近いような方であんまりカマン口の奥で取ったことないんですけど、ヒラメ一度ほんでヒラメついたらもう多分そこばっかりにつくんで、ケタでもおそらくここが多いでしょうね。もうすぐケタ漁始まりますけど、ケタ漁でもこの辺多分ヒラメいるでしょうね。多分もう間違いなくここの坂についてますね。ケタでもここにつくでしょう多分。これの音が聞こえないんでさすがにもういませんね。これでも一つ世の生き始めがいいだけなのかもしれませんね。もうちょっとあんまり袋がもっこりしてないんで、なんかあんまり入ってる感じはないですね、魚が。こっちへ行くとイラとかちょっと小川が激しいんで、この辺で U ターンですね。こっちへ行った方がでもハモとか赤ゲタとか美味しそうな感じなんですけどね。うわ、イカもでかっ、でかっというか小さいのの集まり。大甘ってなんかこの時期珍しい。あれでもちょっと魚で消えましたね。なんじゃこりゃ、チンとかに手がちょっとちっちゃいましたね。こりゃまた出てくると思いますけど、なんでしょうか、なんかとんでもないもんが入ってるような気が、なんじゃろこれ、とんでもないもんが入ってるような気が、なんじゃでかー、最悪はいいやー、大ダコチャンス。しかし大ダコは、おった、おりました、ナイス。あとはこのどでかい、困ったもんです。こっち、この
の間5、6本いたんですけどね、昨日は。今日いないなと思ってたんですけど、今日1本目。じゃあ今からちょっと上り潮返しですね。これが上り潮返しです。上り返しの潮です。じゃあお二人です。おお、赤ゲタもやっぱり赤ゲタ上りの方がおるんですね。びっくりした。やっぱ返しがいいんですね。ずっと下り返しが良かった後あんまり魚入らなかったんですよね。なので今日はそのまま終わりかなと思ったんですけど、チヌとかまで入らなくなったんでもう終わったんかなと思ったんですけど、やっぱ昨日やってるんで同じところ上り返しには入りましたね。またヒラメがびっくり。ナイス。上り返しにはカニも入るし、おチヌも全然入り違うやん。やっぱ上りの方がおるんかな。なんせ返しの潮が良いっぽいっすね。どうも。よーし、ヒラメを。ヒラメちゃんナイス。今日は5つ目です。お、正巻きまで。今日はでもハモはちょっと少なめですね、昨日より。チヌも少なめだったんですけど、この感じでもう一番ぐらいいてくれれば昨日と同じだけ取れるかな。あっこにもカニおるし。あ、これは今年の、いや去年のやな。でもやっぱりヒラメが当たるのはここですね。今もこう回ったんですけど、やっぱりここですね。潮の返しだけが良かっただけじゃない、非常に。まあこれも十分いいですけど。これがノリのセットですんで、ほんとレーダーだけが頼りですね。肉眼ではですね、光はピカピカ光る音は見えるんですけど、距離感が分かりません。今日2本目のこのイラがやっぱりちょっと激しいですね。あとイラが激しいとやっぱりエビがいませんね。すくっちゃったか。うわ、待っていい。おお、やっと音が出てる。なんと歯もすごかったですね。エリは小川を食べに来てるんですけど、ハモも小川の時おるんだ。あとはチヌ。そしてもう取れ高十分なので撮影いいかと思ってラストの網撮影しなかったらまたしてもヒラメ。いや驚き。でも今日カニが少なかったんでヒラメいなかったら結構やばかったかもしれませんね。まあでもエビがいるから日当にはなると思いますけど、いやびっくりした。そしてやっぱりカニがいるのはカニじゃないや、ヒラメがいるのはやっぱりここですね。今日はどうでしたか？昨日よりもカニもニベもチヌもハモもコチも、昨日より少ないです。特にカニが少ないのが痛い。ちっちゃく。でもまあそこそこおるんですよ。それは良かった。やっぱ増えてきおるんかな。やっぱカニがおらんといけんな。カニがもうスーパーエースです。カニがもうほんと少ない。と思わしといて。と思わしといてんの？がっかりさせてくれの？お、エビが多かったな。エビがもう今日。エビが？あ、1個じゃないの。昨日1個だけど今日2つ。おお。エビが多かった。やった。ただまあエビちょっと夜のこれはもうちょっとしんどい。途中船酔いしてエビから逃げましたもん。そうね。船酔いがちょっと風邪気味だな。風邪ひいとる俺。寒かったっけ？やばいが。風邪気味だけん余計船酔いしてもちょっとエビから逃げたもん最後は。エビが出てきたんだけど。エビ昨日の場合。そしてヒラメもヒラメも昨日より多いなんと。さていくつ取れたでしょうか。2つ？ほんなら昨日2つ。3つ。よいしょ。おお、立派じゃが。おお、2つ目。2つ。
匹おる。おお。3つやった。おお、結構立派な。今こんなキビレチヌはどうでもいいんですけど、死んでなかろうな。おお、もう一匹。4つ。お、なんとか、なんとか。生きとる？なんとか。これなんぼ？5つ。5つも。5つ。切ってあげないと。なんと、6つ6つも。すごっ。1、2、3、4、5、6個。なんと6ヒラメ。すごい今日は。カニがいなかったけどヒラメのおかげでなんとかなりそうですね。でもいっぱいおるが。あんなもらんかったのに。結構な量。チヌはこれだけでした。あれだけおらんかったチヌは昨日と一緒ぐらいかな。うん、すごいな。昨日と一緒ぐらい。あれ寒いけんまた寄ってきたんかと思ったけど、あれまあそれもあろうけど、エビが出てきたから食べに来たんかもしれませんね。エビを食べに寄ってきたんかも。まあ多分その両方でしょうさ。水温が下がったのとエビを食べに来たのと。あとはこれ1個いてほしい羽根さん。おお、よなんかなんやかんや魚は漁師が増えましたね。本当に。かった、魚。まあ魚帰ってきた本当に数週なったけん。よいしょ。ハモがこれだけと。よいしょ。あともうちょっと池間の中にあと2本かな。ハモはまあいてもいなくてもいいんですけど、まあいた方がいい。だからハモも少なくなってたんですけど、一気に帰ってきましたね。どこへ行っとったんやつかな。ほんと不思議だけど。おお、いないじゃないよ。プラス2本。ハモ以上です。ハモこれだけです。よいしょ。あとは大ダコとかニベとかカニですけど、撮影してないのはもうこんなもんで、ヒラメのおかげで良かったです。今魚売り終わりましたけど、さすがにヒラメはみんな取ってきてますね。一ヒラメだらけでした。まあでもそんなにめちゃくちゃ安くなかったんで、基本なんかコロナ明けてから相場いいんでね、今週末祭りもありますし、安かったですけど、まあそこまでもう激安じゃなかったんで良かったです。一番はとにかくヒラメだらけでした。